どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年50号ワンピース最新話1066話大原の意志を考察していきます。この1066話は多くの因果が一つなぎに結ばれていく超神回です。さらにこの1066話で空白の100年の秘密やルフィとロジャーの夢の果ても考察していきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミッカーの人は多いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。1066話のスタートは滅ぼされた王国の存在を明かした釈迦の話を聞くロビンたち。ただしエッグヘッドが900年前の王国だという話はあくまで仮説だといい、それはある場所で発見された機械が製造された年代と合致するという。そしてロビンはその機械が空白の100年に作られたものかと問いかけます。そしてベガパンク釈迦はロビンの故郷オハラについて語り出します。オハラについて喋る釈迦。釈迦のヘルメットは僕と同じダフトパンク風。オハラとダフトパンク。僕は1年前、海外の考察者、大原さんに発見され、海外で知名度を上げました。これは何という偶然でしょうか。大原とダフトパンク。因果率により束ねられし糸は今、結ばれた。なんていう僕に訪れたとんでもない奇跡はさておき、釈迦は空白の100年について語ります。空白の100年とは、かつて存在した高度文明のある王国と20の王国の戦いの歴史、100年戦争だと言います。戦いに勝った20の王国は現在の世界政府を作り、敗北したある王国の思想を誰にも継がせないために歴史からその全てを消し去ったと言います。そしてこの秘密を知った者は世界政府に消されるとも言います。突然の衝撃的な話に驚く一味。これが1066話の話数の語呂合わせ一つ目。テロール。テロールでしょう。テロールとはドイツ語で恐怖政治という意味です。そして1066話は66話とつなげているでしょう。66話ではドン・クリークが敗北しています。クリークとはドイツ語で戦争ですから、ある王国の名前がもしもドーン王国なら空白の100年、つまり100年戦争に負けたのはドーン王国ということになり、ドン・クリークとつながります。そしてここで空白の100年がある程度見えてきました。100年もの間、ある王国と20の国は戦っていたそうです。100年戦争といえば100年間決闘しているドリーとブロギー、巨人でしょう。滅ぼされた王国が高度な文明を持ち巨大なロボットを所有していたなら、敵である世界政府側も巨大な戦士が必要なはずです。つまり巨人エルバフは世界政府側だった可能性。オハラでサウロはイム様のヒントキャラである仏の戦国に対して、現場で人の命を取るのはわしらだで、奴らが完全な悪だという証拠をくれと迫っていました。また NES ロビーでは巨人の追い元カーシーが100年間門番をすればドリーとブロギーを解放するとデタラメな嘘に騙されていました。さらにイム様のヒントキャラであろうビッグマムと巨人には因縁があり、ビッグマムの国に巨人はいませんでした。そして空白の語呂合わせは空白。989話ではビッグマムが古代巨人族を欲しがっています。つまり世界政府は900年前、世界最強のエルバフたちを騙して高度な文明を持つある王国に勝利した。それはまるで巨人を売っていたマザーカルメルのように、エルバフたちはその後騙されたことに気づいて世界政府の元を離れたのではないでしょうか。だから世界政府はその代わりに人間を巨大化する実験を行っている。これが空白の100年のまず一つ目の秘密ではないでしょうか。しかし一方でこちらの動画ではジョイボーイはサウロのような巨人だとも考えました。これはサウロは野蛮なエルバフではありませんから、もしかするとサウロの祖先だけがある王国側の巨人だったかもしれません。とにかく世界政府が隠蔽する情報をベラベラと話す世界政府の人間ベガパンクを不思議に思うロビンはベガパンクを問い詰めていきます。これが1066話の話数の語呂合わせ2つ目。問う倫理。問う倫理でしょう。しかし釈迦はあくまでも話した内容は仮説だという。ロビンはさらに仮説だったならどのようにベガパンクはクローバー博士と同じ仮説にたどり着いたのか、さらに問い詰めていきます。するとベガパンクは、オハラの意志は生きている。オハラは死んでいない。これはどういうことでしょうか。ベガパンクはオハラが滅んだ事件を語り出します。
ベガバンクはなんとバスターコール後の小原へ行っていた。さらにクローバー博士とも面識があったという。そして小原を訪れたベガバンクは湖に投げ込まれた大量の文献を発見します。それは小原の学者たちが死に際に投げ込んだ数千年もの先人たちの言葉、ロゴス、言葉です。これは先週も考えました。聖書、ヨハネの黙示録では神の前に初めにロゴスはあった。万物は常に移り変わり、流転していくものだが、ロゴス、理性、論理、理由、言葉、それらは変わらない。未来へ届くように、小原の意志、ロゴス、書物は未来島エッグヘッドに届けられた。小原の勝利だ。あなたたちが生きる未来を私たちが諦めるわけにはいかない。小原は世界と戦ったんだでよ。あの日の記憶が蘇り、涙が止まらないロビン。そしてベガバンクもまたおそらく仮面の下で泣いているようです。僕は過去にベガバンクはシーザー以上のクソ野郎だと考えましたが、ベガバンクは実はいいやつでした。ベガバンクさん、この度は大変失礼いたしました。深く謝罪いたします。そしてベガバンクは22年前の小原でも涙が止まらなかったと思い出しています。これが1066話の話数の語呂合わせ3つ目。DRAM。DRAM でしょう。DRAM とはダイナミックラム、ランダムアクセスメモリー。データを随時書き込んで読み出しができる半導体記憶装置です。そして1066話は166話とつなげているでしょう。166話では文献ではなくミスター3が水中に落とされています。先週166話のクロコダイルとミスター3のやりとりは黒ひげ VS ローの戦いに対応すると考えましたが、こちらは外れました。そして場面は22年前の大原の地へ。湖の中の本を見て涙を流す若き日のベガパンクですが、その湖の書物を引き上げている巨人族に遭遇します。すると後ろから現れたのは若き日のドラゴン33歳。その顔にはまだタトゥーはありませんがかっこいいです。この時のドラゴンは革命軍ではなく自由軍。そしてベガパンク43歳の頭は縦に肥大化している。世界最大の頭脳とは比喩的な表現ではなく物理。そのままの意味で世界最大級エッグイヘッド。エッグヘッド。ベガパンクについては1年半前にこのように考えました。こちらです。さらにベガパンクの顔はもしかするとスペーシー注意と同じような顔をしている可能性もあるでしょう。スペーシー注意の顔はどことなく宇宙の見方を変えた相対性理論を提唱したアインシュタインのようです。さらに付け加えればベガパンクの頭、脳みそはとんでもなく膨らんでいるかもしれません。そしてベガパンクのベガとはおそらく惑星ベガが由来ではないでしょうか。惑星ベガのベガとはハゲワシという意味です。となるとやはりベガパンクはハゲていそうです。パンクとは膨らむ、バルジとは膨らむ、肥大化した脳こそが世界最大の脳。そしてその見た目はアインシュタイン。こちらは無難に予想を的中できました。そしてどうやらドラゴンもベガパンクもクローバー博士と面識があったといい、二人とも花を捧げに来たようです。これが1066話の話数の語呂合わせ4つ目。祈る竜。祈る竜でしょう。6は中国語で竜と読みます。クローバー博士を追悼するために花束を2つ届けたドラゴンとベガパンク。それはいわば花束が2つで花々の実のロビンを表現していそうです。そんなベガパンクの巨大な頭はハート型でしょうか。そして2人ともクローバー博士と知り合いです。さらにドラゴンはこの後顔にダイヤのタトゥーを刻みます。つまりハート、クローバー、ダイヤ3つのスートが揃いました。となるとスペードは誰を表すのでしょうか。スペードといえばエース。そのエースと同じウエスタンハットをかぶっているサウロがスペードのスートでしょう。またこちらの動画ではハートのスートを持つキャラはローやノジコ、ビッグマムのようにルフィたちの命を助けてくれるキャラクターだと考えましたから、ベガパンクもおそらくルフィたちを助けてくれそうです。そしてドラゴン曰く湖から本を引き上げている巨人たちは盗賊ではなく本の価値を分かっていると言います。これが1066話の話数の語呂合わせ5つ目。トゥームローバー。トゥームローバーでしょう。トゥームローバーとは墓泥棒のことです。こちらは語呂合わせのみ先週予測できました。そんな巨人たちはよく見ると麦わら大船団傘下のハイルディン、ゲルズ、ゴールドバーグでしょうか。
そんな巨人たちの船長は全身に包帯を巻いたサウロ。そしてドラゴンはその昔、ベガパンクを自由軍へ誘ったが、ベガパンクは研究を続けるために断り、政府の犬になったといいます。ドラゴンとベガパンクとオハラがついにつながりました。2年半前、ルフィの母親は何かの研究者だと考えましたが、これでルフィの母親が考古学者でも科学者でもどちらであってもドラゴンとつながることができそうです。そしてベガパンクはドラゴンに、海軍には話がわかるものも多いと言います。それは例えばスモーカーでしょうか。スモーカーとドラゴンは100話で一度ぶつかっています。そしてドラゴンは理不尽に滅んだ大原の地で革命軍を結成する決意を固めています。これが1066話の話数の語呂合わせ6つ目、弔いでしょう。ドラゴンはクローバーの死も大原の意志も無駄にしないと言います。またベガパンク曰くドラゴンは戦争を嫌っていたと言います。これはアラバスタの反乱軍コーザと同じでしょう。反乱軍コーザも自由軍ドラゴンと同じく戦争が怖いと言いつつコブラ王に反乱を起こしていました。先週の動画ではこの1066話でドラゴンとベガパンクの夢が語られると考えましたから、この読みはなかなかのいい線だったようです。そんなドラゴンとベガパンクの関係を聞いたロビンは、ドラゴンさんとクローバー博士にそんな因果関係がと驚きます。どうやらドラゴンはロビンに何も話していなかったようです。その後、オハラの湖の文献はエルバフに保管されたようです。オハラの全地の木からエルバフの巨大な木へ。そしてベガパンクはオハラを訪れ、すべての資料を読み、世界の謎を世界最大の脳へ受け継いだと言います。そんなエルバフにサウロは身を潜めて暮らしている。おそらく生きています。感極まったロビンは涙と笑顔の表情。ロビンは心の中でおそらくデレシ。サウロはやはり生きていました。これが1066話の話数の語呂合わせ7つ目、トロールでしょう。トロールとは北欧の妖精で巨大な体と怪力で大雑把、深い傷を負っても体を再生できると言います。まさにサウロのイメージにぴったりです。またトロール漁業という引き網漁業もあるそうです。トロールとトロール。さらに1066話の話数の語呂合わせ8つ目はトリムでしょう。トリムとは刈り取るという意味です。そしてサウロ生存の可能性は過去にこのように考えました。こちらです。要はつまりイム様の天敵は D なわけです。そのように考えると凍結された巨大な麦わら帽子は800年前の D、 しかも巨人のものなのでしょう。この D の凍結という要素は実は過去に何度も描かれています。一度目は320話でルフィやロビンが冷え冷えの実の青生地アイスタイムによって凍結されています。二度目は397話のオハラで巨人の D であるハグワル D サウロが青生地の技アイスタイムカプセルによってサウロは凍結されました。サウロは麦わら帽子ではなくテンガロンハットをかぶった巨人の D です。おそらくサウロも生きていそうです。技の名前がアイスタイムカプセルですし、397話のタイトルは未来へ届くようにですから、インペルダウンの極寒時刻でも未来への冷凍保存というセリフが535話で登場しています。未来へ届くように、未来への冷凍保存。以前も言ったようにエッグヘッド編はパンカーザード編とインペルダウン編につながります。氷漬けのサウロはパンカーザードの氷漬けの巨人が先取りしているでしょう。そして大原の文献は未来島エッグヘッドのベガパンクに受け継がれましたから未来へ届いたという暗喩になっています。これが1066話の話数の語呂合わせ9つ目、トゥモローでしょう。トゥモローには未来という意味もあります。ちなみに397話のタイトルは未来へ届くように。397をひっくり返すと793話ではタシギがパンカーザードで実験台にされていた巨大な子供たちをベガパンクの研究所、つまり未来島エッグヘッドへ届けています。未来へ届くように。そしてタシギは1061は未来島エッグヘッドにて子供たちにお薬をあげていました。やはり話数の反転理論は存在する。それでは1066話をひっくり返すと661話、追いはぎが出る湖です。赤犬と青生地が生んだ爆心地、オハラの湖の追いはぎ。赤犬と青生地が生んだ爆心地、パンクハザードの湖の追いはぎ。この2つがつながりました。
まさか湖と爆心地、追いはぎ、この3つでつなげてくるとは。天才小田先生こそがもはやベガパンク級。そんなベガパンクは全ての学問に精通していると言います。つまりウェザリアの天候科学にも精通している。そしてベガパンクはロビンたちに見せたいものがあると言います。見せたいものとは何でしょうか。まず考えられるのはポーネグリフでしょうか。もしくは空白の100年の間に作られたというある機械でしょうか。もしもそうであれば、ある機械とはどんな機械なのか。それは例えば古代の天文計算機。こちらはツイッターログさんのツイートで知りましたが、1901年ロドス島の近海で考古学者が沈没船から発見したアンティキティラ島の機械というものがあるそうです。この機械は世界初のアナログコンピューターと言われ、太陽や月の位置や日食や月食を予測するいわゆる大パーツです。クローバー博士は天体の研究もしていましたから、この機械をモチーフにした機械が登場する可能性はあります。ちなみにこの機械はロドス島の近海で発見されましたが、ギリシャのロドス島といえばこちらの動画で考えたロドス島の巨像でしょう。それはロドス島にある世界七不思議の一つ、ロドス島の巨像です。このロドス島の巨像から小田先生は着想を得て、もしかするとロードスター島には倒壊した巨像があるかもしれません。僕は何度も言っているように、前半の海と後半の海は表裏一体の鏡のような構成になっていると考えており、4話でルフィがモーガンの巨像を壊したこととロードスター島が表裏一体になるかもしれないと考えました。物語の序盤でルフィが巨像を破壊したなら、物語の終盤では逆にロドス島の巨像のような壊れた巨像に出会うという可能性です。この巨像は創作において古代の巨大ロボットだとよく言われています。マジンガー Z に登場する天才科学者ドクターヘルは古代ギリシャの巨大ロボットを発見して、それを改造して世界征服を狙っていました。もしくは別の可能性としては、パンカーザード先取り説を考えると、悪魔の実製造機。オハラは悪魔と呼ばれていました。オハラの悪魔と悪魔の実がつながってくる可能性です。ベガパンクは悪魔の実を研究しています。場面が変わってエッグヘッドのスクラップ場。巨大ロボットに興奮するルフィたち。するとなぜかロボットが何やら爆発して老人が現れました。それはまるでパンカーザードで竜にくっついていた金右衛門のようにロボットにくっついています。その老人とはベガパンク。本体のステラです。その姿はまるでアインシュタイン。そしてベロをずっと出しているベガパンクはおそらく1064話で老人になりベロを出していたルフィがヒントだったようです。さらに頭にはリンゴのヘタがついていますから、万有引力を導いたニュートンのイメージもあるでしょう。しかし22年前には大きかった巨大な脳がありません。つまりベガパンクは自分の脳を7つに分割して猫サテライトを作ったのか。実在したアインシュタインの脳も死後に取り出されて研究対象となっていますから、ここから小田先生は着想を得たのでしょう。そしてベガパンクはルフィがドラゴンの息子だと知っているようです。これが1066話の話数の語呂合わせ10個目、ドラ息子。ドラ息子でしょう。ドラ息子とは遊び回ってる息子のことですが、ここではドラゴンの息子だからドラ息子です。そんなベガパンクの口癖は助けてクエーサー。クエーサーとは何でしょうか。クエーサーとは宇宙で最も明るい天体のことです。天体といえばクローバー博士も考古学者にもかかわらず天体の研究をしていました。やはり天候や天体は今後重要になってくるようです。人手のパッパグのデザイン、クリミナルブランドとは犯人は星という意味になっていることから、過去に僕は世界を脅かす古代兵器ウラヌスとは月だろうと考えましたが、おそらく正解は軍事衛星みたいなものだったようです。またイズクさんやドロビザさんの考察、ポールシフト説もベガパンクによって有力になってきたようです。とにかく世界の謎と天体には深い関わりがあるようです。最後にルフィとロジャーの夢の果てを再度考えましょう。先月僕はルフィの夢の果てについて2つ考えました。腹いっぱい食える世界大宴会と腹いっぱい食える国を作る。しかしこれら2つの考えは微妙にその本質が違うかもしれません。おそらくルフィとロジャーの夢の果てとはイコール D の石だと考えます。そして D の石イコール滅んだ王国の思想だとも考えます。
さらにイコール革命軍ドラゴンの思想とも同じでしょう。なぜなら1066話の話数の語呂合わせ11個目はドリームだと考えるからです。なぜ20の王国たちはある王国を滅ぼし、その思想を隠蔽したのか。これは王族が最も嫌がることを考えれば答えがわかるかもしれません。王族が嫌がること、それは平等です。全世界を平等にする。地位も人種も関係ない世界。平等とは等しい。14、意志。受け継がれる意志。世界中の奴らと平等に腹いっぱい飯を食う。これはビッグマムの夢とほぼ同じです。834話のビッグマムの夢は世界中のあらゆる人種が家族となり同じ目線で食卓を囲むこと。834話の扉絵はルフィ。優しい俺の夢。みんなが平等に楽しめる世界。平等こそが夢の果ての本質だと考えます。以上です。続いてはいつものように次号1067話の展開を話数の理論から考えていきましょう。まずは1067話の反転話数を考えましょう。1067をひっくり返すと761話、タイトルオペオペの実。761話はローの持つオペオペの実の最上技不老手術とマリージョアの国宝の話です。反転話数の理論、そんなものが仕掛けられているなら1067話は761話のオペオペの実とつながるでしょう。それは黒ひげ VS ローの話なのか。しかし一方で761話でドフラミンゴはオペオペの実の人格の移植手術について触れています。こことつながれたら1067話ではベガパンクが自分の分身を6人生み出した人格の移植について語られるかもしれません。またドフラミンゴはオペオペの実を究極の悪魔の実だと言っていましたから、悪魔の実関連の話かもしれません。そんな1067話の話数の語呂合わせ予想、一つ目はトルナというのはどうでしょうか。今度こそ黒ひげ VS ローの心臓と悪魔の実の奪い合いか。1067話の話数の語呂合わせ予想、二つ目はデルチというのはどうでしょうか。そして1067話の話数の語呂合わせ予想、3つ目はまた懲りずに0を前につけてワーテルの名というのはどうでしょうか。ローの隠し名であるワーテルが語られるのか。1067話の話数の語呂合わせ予想、4つ目は0を前につけてレトロの名というのはどうでしょうか。レトロとは骨董品や遡るという意味なので、古代の機械が登場し滅ぼされた王国がかつて豊かだったと語られるのか。さらに1067話の話数の語呂合わせ予想、5つ目はデルーナというのはどうでしょうか。デルーナとはスペイン語で月のという意味です。ベガバンクと月の壁画、月見博士、そして滅ぼされた王国ルナーリア族、この辺りがつながってくる可能性もあります。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。